Unlockers. トランスパーソナルを個人的に受けていて、DX って、IT の最先端機器をただただ導入することが DX じゃないっていうことを、そのトランスパーソナルの中で理解をしましたと。でその上でですね、じゃあ実際自分がその DX 人材として本当に育っているのか育ってないのか、自分はあとは何ができる人なんだろうと思った時に、何か実践的にできる場を、探したいなと思っていたところに、たまたまそういったプログラムの機会をご紹介いただいて、これはもう積極的に手を挙げていこうというところで受けたっていうのが当時の気持ちです。だいぶ変わったと思います。やっぱりそもそもマインドが、自分はなんでこんな不幸なんだ、何もやらせてもらえない、こんなにいろんなことを思いついてるのになぜやらせてくれないんだって思っていた考えから一転して、自分で切り開けてないだけなんだになったので、だいぶ変わったと思います。いろんなタイミングできっかけはあったと思っておりまして、まず一つ目の変化のきっかけは、自分自身の考えてた世界って小さくて、自分が勝手に自分でがんじがらめになっていた、それを突破するまたは突破できるきっかけっていうのは、アンチェインクエストの中で学んだので、それがあったことで一回変化が起きていって、でその後にいろいろな、プログラムがあったんですけども、2つ目の変化としてはいただいた言葉として、やっぱ自分がもしチームを作ったり自分が仲間を作った時って、そのリーダーになった自分以上の器にはならないっていう、そのチームは自分の器以上にはならないっていうことを聞いて、やっぱりまず自分自身が変化をするっていうことと、自分自身がそのチームを変化させていかなきゃいけないんだなっていうところと、そういった学びをどんどん変化として捉えていったかなと。なので4ヶ月間結構飽きずに、変化を楽しめたっていうのがありました。東京電力の環境で Web3 を達成させようというところで動いたっていうのが一つでして、Web3 範囲が広いんですけど、そのうちの一つ NFT 事業っていうものをまず始めましたと。で、NFT、ただ写真を販売するだけではなくて、当然その先にある NFT かける、設備点検というところの、目的を達成するための NFT 販売っていうのを先行してやったというのが今回の授業の内容になります。将来的な世界観で言いますと、プレイトゥーアーンっていう日本ではなかなか馴染みがないんですけども、ゲームをやりながらお金を稼ぐっていう仕組みを、世界では結構流行ってまして、そこに NFT っていうのが組み込まれているんですけども、我々の、電力設備もUberEats と一緒で、ご飯を作る人、運ぶ人が別々のように、設備を管理する人、点検する人っていうのを、別の世界で持てるんじゃないかというところで、ゲーム性を持たせながら設備点検を第三者に NFT を活用してやらせるというところを目的に、進めたっていうのがその一つの大きな目標です。目的です。NFT を、やる上で、会社の中のたくさんの障壁があると思うんですけど、まず一つは仕事として生むっていうところですね。でその仕事として生まなきゃいけない理由は、仕事として受け入れられてない状態でやれることはいくらでもあるんですけど、一方で仕事として受け入れられてないと、ある程度の、承認のなんて言うんでしょうね、ステージに上がった時に勝手にやってたことなのか、会社が認めてくれてたことなのかによって進むステージが変わってきちゃうというところがあって、まずは自分の部署の上司とその上の上職を口説くっていうところがスタートでした。とてつもない労力がかかったと記憶しております。やはり1部署の1メンバーが DX でもない職場だったので、Web3 の NFT をやりたいっ
これもうとんでもない意見なので、いやあなたはやる必要ないでしょっていうところをやっぱり切り崩すっていうところから始まったというところで苦労しました。やりたい気持ちだけですとどうしても人を納得させることはできないと思っているので、そのやりたい気持ちだけではなくて、やりたい気持ちをやっぱりなぜそこに行き着いたかっていう、なぜそれをやりたいかっていう、根拠の部分も持ちながら、ちゃんと自分のなんていうんですかね、やりたいことの目的を、前のめりになりすぎずに説明できるっていうところが一番重要かなと。あまり前のめりすぎると、お前ただ思いつきで言ってるんだろうではちょっと蹴られそうなので、そこは重要かなと思ってます。結局はネゴシエーションの世界だと一部は思っているんですけど、やり始めたら行動が全て重要で、その手前の要は自分のお金でやることでもないですし、自分の会社でもないわけですから、それをやっぱり会社として認めてもらうためには、最初はやっぱりネゴシエーションをちゃんとしなきゃいけないなっていう気づきだと思っております。ただの NFT 売りであればそんなにこれは響いてもいないですし、そもそも多分やりきれなかったかもしれないっていうところで、最後はやっぱり我々課題に持っている社員が減少していって、設備は膨大に残るのに社員が減っていって、それを見る人たちって果たして成立するんだろうかっていう経営課題にしっかりと指したっていうところは、大きかったと思います。これは共通の認識ですので、上司も納得しやすかったっていうところです。完全に反応はもう違っていて、お前ならやると思って応援するわみたいなそんな反応になっていたので、結果としてすごい味方になってくれたっていうところはあると思います。1年前の、ちょうど1年前で言いますと、まだまだ全然そのマインドセットされてなくて、人のせいにしていたって言い方はあれですけども、自分自身がやりきれないのは人のせいだと思って、若干他人事といいますか、自分では自分らしさとして生きてはいたものの、やっぱそのなんか責任を自分じゃないところに置くことで逃げていったなって思うので、もし言うんであれば、もう少し気づくのが早いともう少し楽にこの事業立ち上げもできるし、やっぱ期間が短い中やるっていうのは相当辛いことで、他にも仕事がもちろんあるので、なのでもう少しなんて言うんでしょうね、周りを見ながら周りを信頼しながら世界を広げていくと楽になるよっていうのは伝えたいです。